どうも東月です。今回は飛行機に乗らなくても楽しめる羽田空港をご紹介したいと思います。羽田空港といえば日本の空港の顔とも言える場所ですよね。年間の飛行機の発着回数は49万回にも上り、1日に直せば約1300回も飛行機が発着しているめちゃくちゃ忙しい空港です。国内線はもちろん国際線もバンバン飛んでいるため、空港内にもたくさんの施設が立ち並んでいます。そんな羽田空港はお出かけスポットとしても魅力がたっぷりなのをご存知でしょうか。そこで今回は飛行機に乗らずとも楽しめる羽田空港の魅力を皆さんにお届けしたいと思います。飛行機は高いからせめて空港に行って旅の気分を味わいたいという方には特におすすめですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。羽田空港にやってきました。向かって右側が JAL がメインの第1ターミナル、左側が ANA がメインの第2ターミナルです。それぞれ通称1タミ2タミって言ったりします。一つ隣の駅に国際線ターミナルがあるんですが、そちらは第3ターミナル、通称3タミと言います。まずは JAL 側の1タミから行きたいと思います。僕自身生粋の JAL ユーザーなので、羽田空港を利用するとなったら確実にこっちを使っています。朝羽田から飛ぶときはここ基本的に通っているので、かなり安心感があります。ちょうどお昼時だったので早速お昼ご飯を食べに行きます。第1ターミナル2階出発ロビーにあるカレーうどんのお店クードにやってきました。こちらは食べログ100名店のお店で、評価なんと 3.62 という高評価のお店です。おしゃれな店内でパッと見うどんのお店って感じはしません。カレーとトマトのハーフ&ハーフのうどんを注文しました。うどんといっても麺はラーメンに近い細麺で、うどんを食べている感覚はぶっちゃけありません。ただこのスープがめちゃくちゃスパイシーで美味しいんです。汗ばむくらいにはピリ辛なので、辛いもの好きな方でも満足できるかなと思います。そしてこちらが看板メニューのカレーうどんです。羽田空港の飲食店ってまあまあお値段することをここで覚えておいてください。今回食べたカレーうどん1580円で、大盛りともなると1700円でした。そしてクードは第2ターミナルにもあるので、 ANA ユーザーの方も美味しく食べることができますので、ぜひ立ち寄ってみてください。続いて1階の到着ロビーに降りてきました。実は羽田って神社があるのをご存知でしたか？航空神社っていうコンパクトな神社なんですが、正真正銘羽田空港内にある神社です。航空安全祈願のために設置された神社ですが、今では落ちないようにというシャレから資格や受験、面接などを控えた人たちがこぞってお参りに来るそうです。会議室のようなこじんまりとした室内ですが、毎年5月には例大祭も行われるちゃんとした神社として機能しています。旅行へ行く前に立ち寄ってみるのもいいですね。そして羽田空港第1ターミナル5階にやってきました。5階のフロアにはザ・羽田ハウスという商業施設があります。通過する場所から滞在する場所へというコンセプトで作られたので、レンタル会議室や待合スペースなど時間をゆっくり過ごせる場所が多く作られています。羽田ハウスの一角にはびっくりするほど大きなスターバックスがあります。ここから国際線ターミナルや離発着をする飛行機を眺めることができます。ちなみにこの店舗は限定店舗のマグカップなどが購入できます。東京なのに京都とか大阪とか仙台とかのマグカップが買えてしまいます。空港の店舗ならではですね。羽田ハウスと同じフロアには展望デッキがあります。やっぱり屋外で見る飛行機の方が迫力がありますね。羽田空港には4本の滑走路がありまして、今 ANA の飛行機が降りてきたのは A 滑走路です。反対側の C 滑走路とともにメインで使われています。この日は北風が吹いていたので、南側から飛行機が着陸してきました。南風が吹けば北側から降りてくるので、日によって飛行機の進む方向が変わるのも面白いポイントです。スカイマークのポケモンジェットが降りてきました。運が良ければこんな飛行機を見ることもできます。ちなみに飛行機の飛行位置はフライトレーダーというアプリで見れば一目でわかるので、興味があればインストールしてみてください。これを片手に飛行機の離発着を見ると結構面白いです。これから来る飛行機が大阪で、その次に来る飛行機がサンフランシスコ、その後が帯広みたいな感じで、いろんなところから来る飛行機を楽しむことができます。次は ANA がメインの第2ターミナルへ向かいましょう。無料の連絡バスが走っていますが、実は京急線横の通路を歩いた方が早いです。徒歩だと 4,5 分で着いてしまいます。こちらが第2ターミナルです。正直なことを言うと第2ターミナルの方が綺麗だなと思います。空港っていう感じがするのはやっぱりこっち側ですね。第2ターミナルの一角には国際線も乗り入れていまして、
乗り入れてるといっても発着しているのは ANA の国際線のみです。この国際線のスペースは後からできたものなのですごく綺麗に整備されています。蔦屋書店とスタバもあるのでここで時間を潰すのもいいですね。 JAL の国際線は第3ターミナル、 ANA の国際線はこの第2ターミナルと第3ターミナルから発着しています。といってもほとんどの便が第3ターミナルから出ています。第2ターミナルで行ってほしいのはこちらのずんだ茶寮です。仙台にあるお店なんですが、東京駅の大丸と羽田空港にしか都内にはありません。これからの暑い時期に飲んでほしいのがこのずんだシェイクです。くどくない甘さの美味しいずんだシェイクが飲めますので、第2ターミナルへ行った際はぜひ飲んでほしいです。第2ターミナルの展望デッキにやってきました。こちらは C 滑走路が見られるデッキです。 C 滑走路は羽田空港の中では一番長い滑走路でして、なんと 3360m もあります。ちなみに先ほど見た A 滑走路は 3000m です。さっき A と C がよく使われると言いましたが、この2つの滑走路はどこから来るかで降りる滑走路はだいたい決まるんです。 C 滑走路は北海道やアメリカなど主に北側から来る便で、 A 滑走路は沖縄とか東南アジアなどの南側から来る便が使われる傾向があるそうです。北海道の新千歳空港から来たエアドゥの飛行機が降りてきました。北海道の空港に特化した航空会社なので、北海道旅行へ行くときはとてもお世話になると思います。ちょくちょくタイムセールもやっているので、片道8000円9000円くらいで東京新千歳を移動することができます。ぜひチェックしてみてください。無料連絡バスに乗って第3ターミナルにやってきました。こちらは国際線のターミナルです。これから出国する人で長蛇の列ができていました。外国人観光客ばかりでなんか異国に来た感じがしますね。海外はオーストラリアしか僕は行ったことがないので、台湾とか韓国とか海外へフィールドを広げるのもいいなと思っちゃいました。そんな第3ターミナルは京都のような和風テイストの建物が並んでいます。鶴トンタンや人形町今半などの名店もあるので、ここでランチを楽しむのもいいですね。ちなみに飲食店の値段、ここはめちゃくちゃ高いです。完全にインバウンド向けの価格設定になっていますので、ご飯を食べるってなったら国際線は避けた方がいいと思います。そんな第3ターミナルには他の空港にはない面白いものがあります。それがこちら、なんと空港の中に橋がかかっているんです。羽田日本橋といって、あの日本橋の複製として作られました。かなり高台にあるので橋から見る景色はなかなか迫力があります。羽田空港第3ターミナルと直結で羽田エアポートガーデンという商業施設があります。こちらもゴーゴーカレーや名古屋のヤバトンなどの有名店が立ち並んでいますが、僕は今回ご紹介したいのはここではありません。エアポートガーデンを出て多摩川沿いにあるソラムナード羽田緑地にやってきました。こちらをご紹介したいと思います。人通りが少ないのでお散歩にうってつけのスポットです。端から端まで1キロちょっとあるので、ウォーキングやランニングをしている方もちらほらいました。自然豊かなのでサギなどの野鳥も生息しています。とても空港が近い場所とは思えません。そしてこの羽田緑地には東京湾と多摩川の境目があります。山梨県の甲州市にある水源から138キロ離れた多摩川の終点がここです。この先は東京湾でれっきとした海と川の境目です。さらにその先にあるのが展望テラス、羽田緑地の終点です。夕方なので飛行機の到着ラッシュでした。A 滑走路のすぐ横にあるので数分単位で飛行機が降りてきます。ここから見る飛行機が個人的には一番迫力があって楽しめると思います。なんならここからカメラを構えて飛行機を撮影しているカメラマンの方もたくさんいました。撮影スポットなんだと思います。ということで今回は飛行機に乗らなくても楽しめる羽田空港をご紹介してきました。費用面などでなかなか旅行は行けないけど旅した感は味わいたいという方にはとてもおすすめのスポットです。東京都心から羽田空港まで電車で500円もあれば行ける場所なので気軽に行けるスポットでもあります。ぜひ飛行機を見に羽田空港へ足を運んでみてください。これをきっかけに勢い余って航空券を買ってしまうかもしれません。実際僕はこの羽田空港を行った後、飛行機に乗りたい欲が高まってしまい大阪への航空券を買ってしまいました。勢いって時には大事だなと思います。このチャンネルでは今回のような旅や鉄道に関する情報やサービス、スポットの紹介動画をアップしています。現在登録者1万人を目指して活動しています。面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。